はい、どうもです。今回はですね、こちら、ワモンダコとアオリイカっていう食材ですね。よっしゃ、いきなりの海で3キロ近いワモンダコを手に入れた。これはアドレナリンが出て仕方がねえな。0時ぐらいにタコ見つけて撃ったんですよ。で、目と目の間に脳があるんで、なんか本当にタコの脳ってすっごい小さくて、なかなか当たらないんだけど、まあ、動いてないし当たるやろうなって思って、バーン撃ったんですけど、外れてまして、で、そのまま穴に逃げ込まれて、もうそっから30分大格闘3人で、カメラマンともう一人の漁師の人と俺で、もう大格闘しすぎて、穴の中に手突っ込んで、うわーって引っ張るから、俺の腕力に負けて、一歩ちぎれてます。ここをさ、みたいな感じで、取れるんや、みたいな。今日はね、これせっかく、ワモンダコの足が一本取れてるということでですね、もうこれそのまま食うっしょ。贅沢にマサルの黒糖醤油でいきましょう。生ダコね、取れた瞬間、生きてるやつ、マジで硬いから、これ1日経ってるんですけど、1日経ってたら全然いけると思う。で、よくね、タコのね、この先っぽ、ここら辺、吸盤のさ、先っぽの方ね、汚いから食べないとか言う人いますけど、まあ、ここでね、いろんなものをね、触ってるから汚いから食べないっていう理論なんですけど、加熱する場合は細菌死にますからね、ここ切るの全く意味ないです。だって誰もここ刺身で食わんやろ。俺これ全部食えるかな。歯並びには自信ありますから。ホワイトニングの案件待ってます。じゃあいきますよ。あーでもうまいわ。これナスディさ、すすってたじゃん。すすってみようか。いや、あれね、本当に危ないと思う。硬いよ、ここ。もう男のロマンじゃないですか、こういうさ、でかい足をそのまま全部食うっていうの。こんな硬い足を俺引きちぎったのか。最近握力のトレーニングしてるんですよ。バーベルをカンカンカンとかやったりとかして。でもタコの繊維の方向が分かったらもう余裕。正直言っていいですか？さっき天狗ハギと赤くくり結構な量食ったじゃないですか。お腹パンパンです。お前は俺にパワー負けしたんだ。だから食われるんだ。世の中弱肉強食なんだ。どうでした？なんか普通に茹でて食べやすいサイズに切って食べた方が美味しいです。でもこれやってみたかった。やってみたけど、確かにタコの旨味とかもあるし、食感も美味しいんだけど、うまいより辛いが勝つね。やってみたらわかると思う、本当に。で、これ何キロなんやろ？ちょっと測ってみよう。はい、400g からスタートです。まあ足1本とか2本もげてるんですけどね、実は。お、2.6 キロか。で、足2本分って考えたら 2.8 キロぐらいだったってことか。結構でかいね。で、こちらワモンダコなんですけども、温暖な地域に生息するタコで、伊豆七島だったりとか、まあ、鹿児島だったりとか、沖縄県、こちらの方に生息してるタコで、まあ、ちょっと観察していきますと、もうね、死ぬとね、ワモンがなくなっちゃうんですけども、ワモンがね、死ぬとここにね、うっすら見えるんですけど、まあ、これ水中映像から抜粋しましょう。ここら辺にね、ワモンが2つあることからワモンダコっていう風にね、名前が付けられています。何よりこれ見てください、サイズ感。このまな板がですね、90センチなんですよ。で90センチでこれ頭と合わせて、で足伸ばしてどんぐらいでしょうね。ここまでですね、一番長いので90で20、18、90プラス38、これ全長128センチぐらいですね。かなり大きいタコです。普段皆さんが食べられてるのはマダコだと思うんですけども、マダコとね、遜色ない旨味と味がするタコで、結構なね、高級品なんですよ。でこれ 2.8 キロぐらいあるんで、まあおそらくスーパーとか魚屋さんで買うと、まあいいとこ18,000円ぐらいですね。はい、これ1匹で。まあ18,000円ぐらいないと、スーパーとか利益取れないんじゃないかな。だから足とかで、部位ごととかで、販売されて1000円とか1200円とかね、1本で2000円とか、まあそんな感じの超高級品でございます。まあ、安い海外産のモロッコだったりとかモーリタニア産のタコとかはすごい柔らかい食感なんですけども、こっちのタコ
コはがっつり食感があって旨味もあるんで、何にしても美味しいですよね。まあ多分さっきの食べ方でも別に食い切れるぐらい美味しいんだから、マジでテンションが爆上がりでございます。ちょっと今日2本撮りでですね、お腹いっぱいなんで、今日ワイルド男料理で行かせていただきます。1品目、アーモンダコの足の串焼き。そして、アオリイカの串焼き。で、今ね、物価高でさ、島の人困ってて、いきなりさ、給料とか上がんないじゃん。飲食店とかもなんか、仕入れ値上がりすぎて、知名町の方5店舗潰れましたもんね、最近。まあそう、沖永良部島って和泊町と知名町があるんですけど、知名町だけで5店舗飲食店潰れたりとかしてて、もう本当に食材の高騰だったりとか燃料費の高騰でみんなすごい困ってるんで、僕は足1本だけ食べて、あとは下処理したものをですね、まあみんなに配ろうかなと思います。多分タコのめちゃめちゃ喜んでくれると思う。買ったらすごい高いからね。というわけで早速、調理していきましょう。じゃあまずはですね、ここ、頭の中、これ頭っていうか、内臓がある部分をひっくり返していきましょう。あれ？おー、炭がなんか固まってますね。イカさばくときはね、イカ炭はね、濃度が濃いんで結構危ないんですけども、タコ炭は大してね、濃度も濃くないんで、まあ、仮に炭袋が破けても、被害は大したことはありませんね。なんだこれ。これが炭袋か。何かわかりませんね。すいません、僕タコ詳しくないです。こんな中身ですね。まあ炭入ってたんでなんか、炭、これは何なんだろうな。清掃っぽい感じもしますけど、ちょっと割ってみますか。これ卵じゃないか。卵だ。うわ、これでっかい卵やったら食べたかったけど、まだ未熟ですね。なんか最近スーパーで売ってる死にかけのタコを買ってきて水槽で飼ってる YouTuber さんがいて、その様子を俺ずっと見てたんですけど、タコって卵を産んだら死ぬんですって必ず。で最終的にそのアクアリウムのタコが死んじゃって、タコが死んじゃったと思ってすごい悲しい気持ちになりました。このタコももう少しで卵をね産めるところだったのに悪いことをしてしまったな。まああんなとこにいたお前が悪いんじゃ。みんなの血と肉となってくれ。では塩もみをしていきます。塩もみはね、なるべくね短くじゃないと中にね味が入ってしまうんで、なるべく早く塩もみを終わらせていきたいところです。1回目はこんぐらいでいいでしょう。結構ぬめりは落ちた感じありますね。よっしゃ、2回戦。ほらおお、だいぶ取れてきたぞ。うん。足ちょっときれいにしとこうね。足がね結構ヌルヌルしますから。で頭のねこの裏返してるんで、こっち側が取れてないはずだから頭もやっておきましょう。いや、こんなでかいタコやったことないから、なんかちゃんと塩もみできてるのか心配だな。これ目取ってます。目ですね。あ、しくった。であとはタコの口ってこうやって炭吐く部分じゃなくてここにあるんですよ。足の真ん中、こっから獲物に覆いかぶさってガジガジとねかじって、で食べると。ここに胃袋とかがいろいろ入ってて、この中で消化するんですよ。これ頭じゃないです。胴って感じですね、そっちの方が。この口外して OK。 これ1本ずつ足切り分けていきましょう。タコって足自節するのかな。こんだけ太い筋肉を。まあちぎれることもないな。両手で引っ張りましたからね。でももしかしたら自節する可能性がありますね。人間のパワーで果たしてちぎれるのかっていう話ですよ。みんな足1本ごとで渡そうかな。切るのめんどくさいから。塩で揉んでるんで塩もいらないと思いますけどね。とりあえず茹でて足1本ごとでプレゼントしようと思います。着火。よいしょー。はい、では入れていきましょう。
だいぶ温度下がったな。はい、そしたらアオリイカ。このサイズは小さいんでね、3発外しましたね。ここにですね、イカの甲が入っておりますんで、こうやって外します。なんか別に包丁なくてもみんなできますよ。何かがないと料理ができないなんてそんなことはないんです。刃と爪があればなんとかなる。本当はねこれ膜を剥いでこのエンペラ部位とか分けたりするんですけども、今日はちょっと俺ワイルドな気分なんでもうこのまま焼きます。お、タコもいい感じに茹で上がってきました。これを普通に買ったらいくらするのでしょう。ちぎれた足これ1500円ぐらいしますよね、スーパーで買うと。タコ高いんだよな。タコってね脂質が含まれてないから筋トレとか減量する時にめっちゃいいんだけど、なんせ高いんだよな。タコで減量できてる人はマジでお金持ち。よいしょ。これでこちら配る分ですね。特にカットとかはせず足のまんまね配ります。では今日こちら私のメインディッシュにね岩塩を振っていきましょう。これ邪魔や。よいしょ。なんすか。口真っ黒っす。これでかない？2人で食べましょう。でかすぎる、あんまりにも。まあでも減量中だから食べてないだけで、正直あと3、4本は食えるな。普通のタコの串の刺し方じゃないんですけどとぐろ巻いてるんですが、一歩でもあれだな、多分焦げますね。はい、そしたら串に刺し終わりました。ではこちらで焼いていきましょう。こんな贅沢あるか。じゃかセット。あー、イカの入る場所がなくなったんでこうしましょう。こうですね。よいしょ。いいですね。こんなでかいタコの足のやつ、なんかさ、コストコのタコ食べてみたみたいなやつ、なんか最近ショートで見るんですけど、ここに収まってるもんね。普通に長い感じで収まらんもん。だって100センチぐらいあるんやもんこれ。ちなみにこれ10キロぐらいいくらしいですよ。10キロの見つけたら溺れるんじゃないかな。捕まえれるかな。まそんな匂いがしますね。ちょっとタレ作ります。これはタレ作らんないともったいない。醤油、みりん、黒糖で料理酒ちょろっと。オラ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 ザワールドされた。オラ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 。イカとタコはタンパク質だけの脂質含まれてないんで0キロカロリーですからね。今俺たちダイエット中じゃないですか。何本食っても太らないですよこれは。七味もいいな。七味も入れとくか。ちょっと一旦抜きまして、ジョボジョボに中身に入れて、うわこれはうまいぞ絶対に。うわとんでもねえ一品を作り出してしまってる。これ海上がった時に食べたかったな。うわうまそう。こっち側が焼けてないんだよね。こっち側もか。さてタコにもかけていきましょう。これスプーンやな。うわあかん。満腹なのにうまそうだわ。よし、これで2度焼きぐらいしたらもう最高なんじゃないでしょうか。いやなんかイカはね結構ねもう完全に焼けてるんですけど、タコ中まで火通るのちょっと厳しそうな感じしてるんですよね。切りますか。ちょっと今回ワイルドに行きたかったけど、このね先端は焼けるんだけどこのぶっといところが焼けんのよ全然。もう切ろう、切って焼こう。ワイルド関係ない。もうこれはうまいよ。やっぱね食い物はね一口サイズで食えるのがうまいんよ。一口サイズ、ほんまにこのサイズです。欲張って食べれないような、噛み切れないようなサイズに切るのは二流です。ちゃんと食べきる。熱いね。いや火入ってるよ。じゃあ最後タレくぐらせて焼いて仕上げちゃいましょう。うわこれ男のロマンじゃん。極太だこう。ガスバーナーありますかね。はい完成ですよ。屋台でさタコとかやったら絶対売れるけどさ、原価絶対合わないからさ売ってないよね。牛串とかでもさ1000円とかするんやから、これタコ串これ
6000円ですね。もうさっきの串1本で6000円。まあ、居酒屋で食ってもこの量は相当しそうですけど。はい、というわけで完成しました。和もんだことアオリイカの串焼き完成です。いやー、これ食べて俺お酒に手が出ない自信がないな。レモンサワーありますからね。ちょっと一旦食べてみます。めっちゃ美味しい。あかん、これあかん。まあ、お酒っていろんなものがあって、まあ、日本酒とか米からアルコールを作って、やったりとか、まあ、芋焼酎だったら芋からアルコールを作ったりとかしてるんですけども、沖永良部島だったり奄美群島はですね、サトウキビから作ってるんですよ。で、奄美群島でできたサトウキビを使ったお酒だけ黒糖焼酎って名乗ることが許されてて、まあ、度数 30% ぐらいで、まあ、ちょっときつめの感じで、まあ、だいぶ飲みやすくて、で若干ね、黒糖の香りが鼻を抜けるというか、まあ、東京でよく出回ってるのはレントですよね。飲みやすくて黒糖の味なんで、なんかこれ多分なんですけどアルコール度数 20% ぐらいなんですよ。アルコール度数 20% ぐらいなのにジュースみたいな味がする。これはあかんあかん。なんかいつも美味しいとか言っても俺にあんま信用がないみたいな感じだからさ、毎回福井さんに食べてもらってるんですけど、ちょっとね、今回醤油がさちょっと甘ったるい味になってるんですけど、九州の醤油じゃなくて普通の砂糖入ってない醤油使っといた方がなんかキレのある味になったかなって、そんな感想です。タコはね、一口大に切ると柔らかいね。美味しい。これはどうだ。これでまずかったらちょっともううまい。これうまいでしょ。うまい。しかもこれ脂質入ってないんで太りません。うまい。えぐいよこれ。うわ、今日飲み行きたいな。飲みに行くたびにな、みんながな、マサル太りすぎ爆笑。でもさ、俺 79.3 キロあったところからさ、今 74.3 キロまで落としたの。だからだいぶ、この顎とかもさ、とんでもない20顎だったけど、ちょっとスッキリしたことない。どんなダイエット方法してるのか気になると思うんですけど、基本的にはね、断食です。何も食べない。で、まあ動画でさ、こういうさ、タンパク質取るから、動画で食べるものだけって感じですよね。普段何も食ってないから、動画で食べるもんがめっちゃうまいのよ。ちょっとこれ、いいかな？アオリイカなんて食べたら俺泣いちゃわないかな？うまいうまい !Good! Excellent! Perfect! ちょっとこのイカやばい。このイカやばい。このイカやばすぎる。ガブいっちゃっていいです。エンペラもうまいです。うますぎますよね、これ。アオリイカってなんでこんなうまいんですかね。うますぎる。うわー、うまいなー、アオリイカ。うわー、これタレ作ってよかったっすね。うわ、うまいわー。みんな俺ずっと断食してたからさ、アルコールの周りも早いし、何か食べたい欲にもうすごいから、今ここのアオリイカの肉塊があるんですけど、3秒で片付けてもいいですか？もう3秒は無理だわ。うわ、うまい。はい、というわけで、ごちそうさまでした。なんかね、この1年間ぐらいずっと、福井さんとね、一緒に動画撮影とかしたりね、してるんですけども、俺が過労で倒れた1週間前ぐらいに福井さん島に来ましたよね。で、俺が倒れて次の日福井さんと会った時に、誰って、いや、そっから始まったストーリーなんですけど、記憶喪失になってたんでね、めちゃめちゃ元気になりましたね、あれから。もうなんか本当に情緒も不安定で、精神的にも、なんか肉体的にも、なかなか何もできずっていうところが、やっとのことで面白い魚を購入する営業ができて、面白い魚買って、あとはさばくだけで動画ができますよっていうところまで何回も行って、でも本当に俺の肉体的に精神的にきつくて全然動画が撮れなかったっていうのが続いてるのをやっぱ福井さんと一緒にずっと経験してって、でそれが本当にまあちょうど炎上した頃ですよね。4ヶ月前ぐらいの中でこうやって4時間海潜って、で前日は3時間ぐらい海潜って、で今日動画2本撮影できてるぐらい元気になったって1年間でね、1年間で結構ね、俺もね X のさ投稿を削除してる時にさ思ってよ、俺もこいつやべえやつだなって、こいつは買いたくないよなみたいな思いながら削除したけどさ、なんかだいぶ昔のなんて言うんだろうな、
マサルが戻ってきた感じありますね。ほんまこの1年結構しんどくて、動画撮影するのももう痛み止め飲んでカフェインガンガン入れてなんとか撮影するみたいな感じでしたけども、今はねこうやってね2本撮りしてもね楽しくやられてるんで、もうなんかもうマサルっていつ死ぬか分かんないみたいな感じでみんなから言われるんですけど、みんなもねちょっともうマジで俺元気になったから心配せずに楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ということで明日も動画撮りましょう。福井さん1年半何にもできなくて、もう今多分人生どん底で本当に目の前のこと頑張るしかないんで、もうとにかくね頑張っていこうと思います。1年後にね、あの時頑張ってよかったなって思えるように、そして、今頑張ってる、例えば受験頑張ってる人、スポーツ頑張ってる人、仕事頑張ってる人たくさんいると思います。そういう人の心の支えになればなと思います。頑張ります。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではみんなお待ちかね、アオリイカとワモンダコの捕獲映像だ。フルで夜の素潜りの動画を見たい方はこちらの動画をチェックしてみてくれ。さてここでうまいあの生物を見つけました。アオリイカです。さて当たるのか、ヒット。外してしまいました。ただ一応胴体に当たりましたんで、瀕死とはいかないまでもダメージは負ってるようです。だいぶ弱ってるので追いつけそうですね。普段だったらもうこの3倍ぐらいのペースで泳いでますからね。さてしつこく追いかけて2回目当たるのか、ヒット。目と目の間を狙うといいと言われておりますが、このサイズはなかなか難しいですね。ヒット。小さくても炭の量はしっかりとしております。すごい量を噴出してますね。いやー、うまそうだ。にしても煙幕がすごいですね。ナイフを忘れたのでチョップをして締めております。そして帰り道、まさかの巨大ダコを発見。これはつくしかありません。狙いを定めて、三人称視点でも見てみましょう。まさかの後ろに穴があり、穴の中に逃げていってしまいました。すかさずバディがそれを取りに行きます。だがこうなってしまっては遅いのです。タコは穴に入ったらなかなか出てこない。こっからは大仕事です。カメラマンも含め3人体制でタコを取り出すことにしました。さて潜行開始。タコは砂が舞ってる穴の中にいます。人間の腕が入るサイズでよかった。これなら取り出せる可能性があります。さてタコの足は掴むことができています。息が続く限り引っ張っていきますが、なかなか抜け出せない。ちょっと画角最悪で申し訳ないんですけど、一旦浮上です。そして選手交代、次はカメラマン。果たして取れるのか。だいぶ苦戦してますね。あのサイズのタコになると人間の握力だとなかなか剥がせないんですよね。握力80キロとかあれば別ですけども。さて息を整えて準備をして潜行開始。また穴に手を突っ込みタコを取り出しにかかるが難しそうなので作戦変更。棒でタコをつついて穴から追い出す作戦です。出てこい出てこいタコ。なかなか出てきませんね。ここでようやく足が少し見えてきました。がここで息が切れてしまいます。あと30秒ぐらい息が続けば。ということでもう一度息を整え潜行開始。もうタコのつつき方は十分に理解しました。もう簡単に出てくるようになってきました。よし取れろ、出てこい、早く出てこい、もうちょっとや。炭を吐き出しました。これは出てくるサインです。だが息がなかなか苦しい。タコもなかなか粘りますね。そろそろ出てきてもいい頃なんですけども。
どこでも息が持たずつかみにかかるがどうだ。思いっきり引っ張ってみるがなかなか抜けないですね。で結局ダメで、足が引きちぎれましたね。はい、これ右下、僕がタコの足を引きちぎってしまったものです。さて僕が息を整えてる間、2人がかりでなんとかタコをゲット。やりました、ワモンダコ。これはかなりでかいです。では目と目の間の急所感で締めていきます。最後にまさかこんな強敵が待ち構えているとは。ただなんとか取れました。では陸に上がりましょう。タコの頭の人にはタコの足もあげましょう。一人暮らしだったらこれタコ1本分で結構もうお腹いっぱいになると思うんだよね。福井さんもいります？いいですか？いいっすよ。どれがいいですか？あ、じゃあそれで。これで。じゃあこれ福井さんに。まあでも4人分だね。これ島一番の漁師がやってる居酒屋。あ、てろちゃん、めっちゃでかいワモンダコ取れたんで、タコ取れたんで、これ、あ、どうぞ。ちょっと湯がいてあるんですけど、ちょっとやわっぽいかもしれないですよ。湯がいすぎたかも。島一番の漁師。また追い込み漁も行くとき教えてください。3月ぐらいからですか？3月ぐらいの予定入ってる。タコぜひ使ってください。次。こんばんは。12。おお、マサル、久しぶり。久しぶりです。おかえり。ございます。帰ってきたあ、これ鹿肉っす。オッケー、鹿肉。例の。バカでかいタコ取れたんで、これ食うてくださあい。りがとうございます。2.8 キロありましたよ。おい、島の恵み。ありがとう。あ、昨日取って茹でてきたんで、もうサンマ食べれますよ。いつもありがとうございます。あさって食いに行きます。あ、了解了解了解。お願いしますありがとうございます。